混沌を極めるヒーローとヴィランの最終決戦が繰り広げられている僕のヒーローアカデミア。毎週地獄のような展開が繰り返されて情緒が不安定になるよ。というわけで今回はヒロアカ最終決戦の状況について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれているから概要欄のジャンププラスアプリで最新話を見てからこの動画を見てね。それでは行ってみよう。最終決戦発端の地仮設要塞トロイア周辺ではモノマのワープゲートで取りこぼしたヴィランを相手にファットガムが指揮を執り鎮圧を図っている中、青山優雅と脱獄ヴィラン国枝との戦いが始まろうとしています。脱獄ヴィランって普通のヴィランとは違うの？脱獄というのはオール・フォー・ワンが各地の刑務所を襲撃し解放された凶悪ヴィランの総称で、特に危険度が高い囚人を収容していたタルタロスからの脱獄はヴィラン連合に匹敵するほどの危険度です。ダビやトガヒミコ並みにヤバいヴィランってこと？特に青山優雅と交戦中の国枝とまだ未登場の脱獄ギャシュリーの悪名は特に有名で、上の句でダビ確保作戦に参加していたヒーロー曰く、脱獄のいない上の句は当たりだと言わしめるほど危険度が高いヴィランなのは間違いありません。ステインやオーバーホール、レディー・ナガン並みのヴィランだと思ったら相当ヤバいヴィランってことは間違いないね。国枝はどんな個性を持っているの？まだ明かされていませんが、植物を操るような描写があり、ファットガムから植物が生えているところを見ると B 組のコモリキノコのような寄生型の個性と推測できます。ゴリゴリ力押しのファットガムと応用が聞きづらい青山くんだと苦戦しそうなヴィランだね。蛇空病院跡地に建設されたギガントマキア拘束地では、マキア奪還のため押し寄せた頂上解放戦線のヴィランたちとマウントレディ、桐島英二郎、芦戸美奈、峰田実、骨抜十三、古代結衣、柳玲子たち若手のヒーローを中心に結成された防衛隊が交戦しています。ここではどんな戦いが繰り広げられているの？この戦場ではヴィラン連合の主戦力はいないものの、全面戦争でミッドナイトを殺害したヴィランやヒロアカ第1話で爆豪に取り付いたヘドロのヴィランなどが参戦しています。かなり因縁深いヴィランが多く参加しているんだね。ミッドナイトを蔑むような発言をしたヴィランに対して芦戸美奈が激怒しているため、この2人のマッチアップは確実ですが、マウントレディや霧島が配置されている以上ギガントマキア復活は免れないでしょう。物の大きさを変化させれる古代さんもいるから、マウントレディ専用の巨大サポートアイテムなんかも登場するかもね。さらにこの戦場では霧島が護衛していたまだ明かされていない謎の人物も参戦予定です。霧島くんは誰を護衛していたの？有力なのは唯一ギガントマキアを無力化させることが可能な真相仁志ですが、護衛が必要な戦力ということで戦う力のないエリちゃんや両腕を失ったオーバーホールという可能性も捨てきれません。話の展開的に真相くんっぽいけど、護衛が必要な人ってことはエリちゃんの可能性もあるよね。ヒーローサイドでギガントマキアに対抗できそうなのがマウントレディ、真相仁志、オーバーホールくらいなので、オーバーホールをエリちゃんの個性巻き戻しで治療してギガントマキア対オーバーホールという展開もあるかもしれませんね。霧島くんの最大の見せ場があるとしたらラッパ剣道も参戦してきそうだし、この戦場は注目度大だね。タコバ競技場ってどこのことだっけ？タコバ競技場とはヒーロー仮免試験が開催された競技場で、止血高校や傑物高校のヒーローたちと競い合った場所です。初めて他校のヒーロー科が集結した場所だね。この戦場では分断されたヴィランを相手にセロハンタ、佐藤力道、オジロマシラオが交戦中です。 A 組の中でも地味な人たち、ここにはどんなヴィランがいるの？この戦場だけまだどんなヴィランがいるか明かされていないのですが、おそらく未登場の脱獄ギャシュリーが参戦しているのではないでしょうか。ギャシュリーってどんなヴィランなの？まだシルエットしか明かされていないのですが、このギャシュリーはアメリカの絵本作家エドワード・ゴーリーの代表作ギャシュリー・クラムのちびっ子たちという狂気的な大人向け絵本に出てくる怪人がモチーフになっています。この絵本はどんな内容なの？簡単に言うと
A から Z までのイニシャルを持った26人の子供たちの死因が淡々と綴られていくだけというおぞましい内容です。やばすぎる絵本だ。堀越先生曰く、セロハンタは特にお気に入りで活躍するところを描きたいと言っているため、この戦場での主役はセロハンタになるのは間違いないでしょう。セリョ君だけなんだか意味深な沈黙しているシーンがあったから見せ場がありそうだよね。そしてまだ最終決戦で未登場の止血高校組もこの戦場に参戦するのではないかと予想しています。夜嵐稲佐とかケミー先輩も強いし、獅子倉先輩の個性もチートだから参戦したら心強いよね。獅子倉の父親はタルタロスで監視をやっており、そこから脱出した脱獄ヴィランとは深い因縁があるため、彼の参戦も間違いないでしょう。セントラル病院前では黒霧奪還を目論むスピナー率いる異形のボート1万5000人に対してプレゼントマイク、庄司メゾウ、コウダ講師、ロックが交戦しています。この戦場では異形に対する差別問題がメインテーマだったね。暴徒化した異形たちを必死で説得する庄司の姿に心を動かされ、暴動は鎮圧したのですが、沈黙する白雲にプレゼントマイクの叫びは届かず、スピナーの呼びかけに黒霧が復活してしまい、ワープゲートが発動。戦況は一気にヴィラン側に傾いてしまいます。プレゼントマイクの呼びかけじゃダメだったんだ。ヒーローたちの勝利条件だった。ヴィランの分断が失敗してしまったってことは、全部の戦場がめちゃくちゃになっちゃうよ。唯一この戦場だけが決着したのですが、結果的にヒーローサイドの敗北という悲惨な結果になってしまいました。オールマイトの銅像が建てられている上の区グラウンドゼロでは、ダビとノームを相手に轟将と飯田天也、バーニン、キドウ、オニマーが交戦。轟将との活躍により一度はダビを確保するも、エンデバーへの憎悪に燃えるダビは死の淵から復活。スケプティックの援護と黒霧のワープゲートにより、上の区からエンデバーのいる群河山荘跡地へ転送されてしまう最悪の事態に陥っています。肉体の限界を超えて燃え続けるダビの執念が轟くんの覚悟を上回ったんだね。せっかく新技でダビを確保したのに、もうめちゃくちゃだよ。本州から隔離されたリゾート地奥戸島では、最も行動が読みにくいヴィラン戸賀卑弥呼を主戦場から引き離すために、ギャングオルカ、シリウス、うららかお茶子、アスイツユが交戦中です。シリウスが戦場にいるからセルキーも一緒にいそうだね。ハイエンドノームや脱獄ヴィランのムーンフィッシュも参戦し、荒波の中大乱戦が行われている奥戸島では、戸賀卑弥呼とお茶子の対決が描かれると思われていましたが、黒霧のワープゲートによって突如群河山荘跡地にTWICEに変身した戸賀卑弥呼が出現。TWICEの手にはアスイツユのゴーグルが握られていたことから、お茶子とつゆちゃんはすでに敗北し、奥戸島のヒーローたちは壊滅している可能性があります。そんなお茶子とつゆちゃん死んでないよね。群河山荘跡地ではオール・フォー・ワンを相手にエンデバー、ホークス、森林カムイ、ピクシー・ボブ、トラ、シシド、常闇文影、次郎京香、小森キノコたちが交戦中です。エンデバーとホークスの最強コンビ対オール・フォー・ワンって激アツマッチアップだね。オール・フォー・ワンに翻弄されつつも常闇、次郎のアシストもあり、一度はオール・フォー・ワンを仕留めるエンデバーでしたが、エリちゃんの個性巻き戻しを利用し、全盛期の肉体に巻き戻るオール・フォー・ワン、脇腹をえぐられ立っているのがやっとのエンデバーと、ほぼ全ての羽を失ったホークスの前に、さらに黒霧のワープゲートで転送されてきたダビとTWICEに変身した戸賀卑弥呼が乱入。絶望の上塗りがされ続ける混沌とした戦場と化した群河山荘跡地では、TWICEの個性2倍によってダビが複製されようとしています。ダビはもともと自分の夢を叶えるために TWICE が必要って言ってたから、 TWICE の2倍を使って何かしようとしているのは確実だよね。エンデバーの捨て身のプロミネンスバーンにより完全勝利かと思われたこの戦場が、今最も混沌とした地獄と化しています。空飛ぶ UA 高校では、有史以来最強のヴィラン信楽戸村を相手に爆豪勝樹、ベストジーニスト、ミルコ、エッジショット、ルミリオン、ねじれちゃん、サンイーター、
イレイザーヘッド、モノマネイト、マニュアルが交戦中です。信楽の伝播する崩壊対策で UA 高校を空中に飛ばしてるんだよね。サポートするヒーローも集結しており、マンダレイ、セメントス、エクトプラズム、パワーローダー、ランチラッシュらプロヒーローに加え、ねじれちゃんの親友の早ゆうゆ、ヤオヨロズモモ、雷電気、吹き出し漫画、サポート課の初音メイや多くのサポート課、経営課の生徒たちも総動員でヒーローたちを支えています。ヒーローだけじゃなく UA 高校を総動員して信楽に立ち向かっているんだね。本来は緑会津区を中心に信楽に対抗する予定でしたが、戸賀卑弥呼によってデクが分断されてしまったため、デクがいない状態で開戦しますが、信楽の圧倒的パワーの前に次々と倒れていくヒーローたち。攻撃が効かないルミリオンを残し、全てのヒーローが力尽きた瞬間、デクが空飛ぶ UA 高校に到着。歴代継承者たちの個性を全開にしながら信楽と村を圧倒するパワーを見せるも、突如ワープゲートが出現。プレゼントマイクと黒霧が戦場に乱入し、最も恐れていた事態に陥っています。黒霧が来ちゃったら UA 高校に閉じ込めていた信楽に逃げられちゃうし、相沢先生が黒霧を相手にしちゃうと抹消の個性がなくなって信楽が完全復活しちゃうし、どう転んでも絶望状態だよ。黒霧の参戦によって全ての戦場が地獄と化してしまいましたが、この状況を打開することはできるのでしょうか。もう絶対勝てないよ。唯一ヒーロー側が逆転するためには助っ人が参戦するしかありません。最も有力なのはエリちゃんの個性によってオールマイトが完全復活することですが、話の展開的にオールマイトが参戦してしまうと全て解決してしまうため、他の助っ人が参戦するのではないでしょうか。他の助っ人って誰がいるの？可能性が高いのはステイン、オーバーホール、ラッパ剣道、ジェントルとラブラバ、海外ヒーローたち、そして灰回り光一ではないでしょうか。ビジランテの主人公光一が参戦したら激アツ展開すぎるよ。ということで今回は最終決戦の状況を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。ヒーローが勝ったと思った瞬間にすぐ絶望展開が来るから、毎週ドキドキが止まらないよ。この動画が1000いいねを超えたら最終決戦の助っ人考察動画を作成しますので、いいねとチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ